ですね Amazon を拝見いたしましたら SJ カム S6 ウルトラというカメラなんですけれども、そして45度傾き補正をしてくれる手ブレ補正の方も拝見させていただいたんですが、なんとワイヤレスマイク対応になっていました。はい、皆様こんにちは。本日は XTU-S6 を使いまして元ブログの方を行っていきたいと思います。今日もですねちょっと雲は多いんですけれども、気温の方は上がりまして非常に過ごしやすい日になっておりますね。今日はですね、5月の25日になりまして、もうそろそろですね6月になろうかとしておりますけれども、ようやくですね北海道の方では走りやすい季節になってまいりました。本日のお話なんですけれども、先日ですね Amazon を拝見いたしましたら、中華アクションカメラの方がですね気になっていたものが発売開始されていたんですよね。何が気になっていたかと言いますと SJ カム S6 ウルトラというカメラなんですけれども、こちらはですね以前動画の方でもご紹介したカメラであるんですけれども、なんとですね45度の傾きまで補正してくれるというカメラなんですよね。お値段の方を拝見いたしましたら、通常価格が 18,999 円、クーポン割引がありまして、クーポンを使いますと 16,999 円という風になっておりましたね。クーポンを使いますと少しお手頃かなという価格帯ではあるんですけれども、最近はですね1万2000円台から1万5000円台ぐらいのカメラの方が随分と少なくなってきましたので、そのぐらいの価格帯で出していただきたかったんですけれども、お値段はちょっとお高めかなというふうに感じましたね。 Amazon で取り扱いの開始が始まりましたので、 YouTube の動画にもレビュー動画あたりがアップされているかなということで検索してみたんですけれども、日本での、レビュー動画というのは見当たらなかったように見受けられたんですが、海外の方ではですねレビュー動画の方がアップされておりましたので、そちらの方を拝見いたしますと、これといってですね特段すごいぞというような内容ではないんですけれども、と言いますのも海外のレビュアーさんってですね開封動画が多いんでしょうかね。で実際撮影はせずにメニューですとかの紹介だったり、今までの使っていたものと比べてというようなお話が多くてですね、実際に撮影された映像というのはあまり拝見できなかったんですけれども、その中でもですね、いくつかは動画の方を掲載されておりましたので、そちら拝見させていただきましたら、まず普通の手ブレ補正を使いますと、手ブレ補正能力が非常に高く私には見えたんですけれども、そして45度傾き補正をしてくれる手ブレ補正の方も体験させていただいたんですが、これがですねなかなかいい感じで映っておりましたね。結構傾けてもですね水平を維持していたんですよね。45度傾き補正に偽りはないなと思ったんですけれども、ただですね気になる点といたしましては、画角がかなり狭くなるんですよね。これは仕方のないことだと思うんですけれども、以前アカソブレイブ7傾きが15度補正してくれると
レビュー動画を拝見させていただいた時と同じようにですね、予想ではありますが、傾き補正を利用いたしますと、解像度が多分 FHD ぐらいの大きさまで補正されるのではないかなと思うんですよね。手ブレ補正を利用する分、解像度の方を大幅にカットいたしまして、その分を割り当てているわけですけども、ですから画角が狭くなって解像度も減ってしまうということになるんですね。実際に購入して、調べてみないことには解像度がどのくらいになってしまうのかというのはわからないんですが、実解像度が例えば、横幅がそうですね2000ピクセルぐらいだといたしましたら、おおよそ FHD の解像度と同じぐらいになるんですけれども、そこからですね 4K の解像度である横幅が3840だったかなまで拡大されるわけですね。そうすると当然ボケボケ映像になってしまうんですけれども、ボケボケ映像の 4K として記録するか、もしくはですね思い切って FHD に近いのであれば、ボケボケで 4K 映像として記録はされますけれども、編集して再出力するときには FHD 画質で出力してしまうというようなこともありといえばありなんですよね。そうすることである程度の画質は維持しつつ、そして45度の傾き補正でお手軽にですね撮影の方ができるということですから、これは悪くないなと。画質の方を気にするようでしたら45度の傾き補正までは使わずに、一般的な手ブレ補正ですね使いまして、それでも結構手ブレ補正能力高く見えましたので、傾きを気にしなければですね、そちらの一般的な手ブレ補正でも十分に使えるかなとは思うんですけれども、ただし一般的な手ブレ補正でもですね意外と画角の方が狭くなりますので、手ブレ補正が効くアクションカメラというのはですね画角狭かったりするんですよね。メジャー3大メーカーは画角が広いまま手ブレ補正が非常によく効くんですけれども、安価な中華アクションカメラの場合はですね、多いのは画角が狭くなって手ブレ補正の方が効くという場合が多いですね。以前 SJ カム SJ6 ウルトラを私の動画で紹介した時にはですね分かっていなかったんですけれども、なんとワイヤレスマイク対応になっていました。 SJ6 ウルトラと同じ時に紹介いたしました SJ13 というカメラがあったんですが、そちらはワイヤレスマイク対応になってたんですね。ただ SJ6 ウルトラも対応になっているとは知らなかったので、これはなかなか面白そうだなと思いましたね。実際にワイヤレスマイクで音声を収録した動画も拝見させていただいたんですが、内蔵マイクに比べまして音声は良くなっているんですけれども、音質がいいか悪いかって言いますと良くはないんですよね。どちらかと言いますと音声が聞き取りやすくなる、そんなイメージでしたね。あとはこういった元ブログをする場合などですね、ヘルメットの中にもし収まるようであれば
元ブログの音声としてそのワイヤレスマイクは使えるかなという気はしますけれども、外部マイクが使えるかどうかというのはちょっとわからなかったんですよね。SJ カムはワイヤード外部マイク使えるものと言いますのはあるにはあるんですが、SJ6 ウルトラが対応になっているかというのはもしかしたら使えるかもしれない、使えないかもしれない、現状ではわからないということになります。どちらも使えればいろいろなシチュエーションで外部マイクの方が使えるのでいいんですけれどもね。あとは外見なんですけれども正直ですね、お安いカメラなので高級感があるというふうには言えませんけれども、ただ見た目はですねかなりチープに見えますね。かれこれもう6年も7年も前に発売されていた中華アクションカメラのようにですね、全体的に非常にプラスチックでできておりまして、最近の標準であるフロントモニターをつけましたという入れ立ちなんですね。ですから当然本体防水機能もありませんから、ただ防水ケースは付属していたはずなんですよね。ワイヤレスマイクを使った場合には防水ケースを使って雨風しのいだ時に撮影を行ったといたしましても、音声はきちっと取れますから、そういう点はいいですよね。中華アクションカメラもですね、ワイヤレスマイクレシーバーが内蔵されてきている商品がこれからどんどん増えてきてくれるとありがたいんですけれどもね。ただメーカーから出している専用ワイヤレスマイクを使うことになりますので、いろいろなカメラメーカーがですね、いろいろな機種でワイヤレスマイクレシーバー内蔵のカメラを発売されていたといたしましたら、ワイヤレスマイクいっぱいになりそうですけどね、各機種ごとに。私が思う SJ カムのイメージといたしましては、老舗メーカーではあるんですけれども、手ブレ補正能力がちょっと弱いイメージがあるんですよね。画質の方は比較的精細感ある映像を撮れるカメラがあるんですけれども、その中で SJ6 ウルトラという商品はですね、画質の方は自分で目で見て確認しないと分かりませんが、手ブレ補正をオフにした時の映像といいますのは比較的精細感のある映像が撮れるのではないかと思いますし、あと商品によってはですね、今回のカメラのように傾き45度まで対応するといったようなメジャーメーカーばりの能力をですね搭載して発売してくれるというありがたいメーカーでもありますので、日本のお値段はだいたい中華アクションカメラの中では中堅レベルぐらいのお値段になっておりますが、海外では SJ6 ウルトラ相当お安く売られてるんですよね。 SJ6 ウルトラカメラ本体とワイヤレスマイクセットで9000円ちょっとぐらいで購入できるそうなんですけれども、あくまでも日本円に直した場合ですね。日本で購入いたしますとワイヤレスマイクカメラ本体合わせると2万円以上すると思いますから、倍ぐらいのお値段の差があるんですよね。円安が進んでそのようなお値段になっているのかは分かりませんけれども、
もう少しお安くしてほしいなと思いますね。ただ SJ カムのカメラって値段がほとんど下がらないんですよね。最初から安いものは安いんですけれども、今までの商品の値段の付け方を見ますと、年数が経つと大体他のメーカーといいますのは在庫処分というのもありますし、古くなって商品の回転が悪くなってきたということで、お安く値段を改正することがありますけれども、 SJ カムはあまり見かけないですね。なんとかお安く販売してほしいですね。円高になれば多少下がるのかな。そんなわけでして、今回は SJ カム SJ6 ウルトラのお話をしてみました。最後まで見ていただきましてありがとうございました。